おはようございます。冒頭2件ございます。10月7日の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会において、今月5日に薬事承認を受けた BA.4.5 対応の2価のオミクロン株対応ワクチンの接種を予防接種法に基づく接種として実施することが了承されました。初回接種を完了した12歳以上のすべての方を対象に10月13日からその接種が順次開始されることとなっております。今後 BA.1 対応と BA.4.5 対応のいずれのワクチンの接種も可能となりますが、接種対象の方にはオミクロン株の種類にかかわらず、その時点で接種可能なワクチンをなるべく早期に接種していただきたいと考えております。分科会における検討では、現在流行しているオミクロン株の中での亜系統間の抗原性の差は、従来株とオミクロン株との間の抗原性の差と比較すると大きくないとされております。また、オミクロン株の種類にかかわらず、オミクロン株成分を含むことで、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果等があること、また、ウイルスが今後変異する可能性がある中で、今後の変異株に対する効果がより高いことなどが期待されるとしております。諸外国でも対応するオミクロン株の種類は様々であり、米国では BA.4.5 対応、英国及びカナダでは BA.1 対応のワクチンが承認され、現在接種が行われるものと承知をしております。現在、オミクロン株対応ワクチンの接種間隔等でありますが、前回の接種から少なくとも5ヶ月以上の間、間隔を空け、1回接種を行うこととされていますが、10月19日に開催予定の薬事食品衛生審議会において、海外の動向、有効性、安全性の情報を踏まえ、接種間隔を短縮する方向で検討されるということになっており、その結果を踏まえて、速やかな最終的な結論を得たいと考えております。過去2年の経緯を鑑みると、新型コロナウイルス感染症において、年末年始に流行が見られているわけであります。希望するすべての対象者が本年中にワクチン接種を受けれるように、10月から11月にかけて、1日100万回を超えるペースの接種体制を整備することが重要だと考えており、引き続き自治体と連携して接種体制の整備に取り組むとともに、ワクチン接種に対する周知方法を行っていきたいと考えております。2点目でありますけれども、来年の G7 広島サミットに関わる関係閣僚として、厚生労働省の関係では、長崎市で保健大臣会合を、倉敷市で労働雇用大臣会合を開催する予定でありますが、その日程でありますが、G7 長崎保健大臣会合については、令和5年5月13日および14日の2日間、G7 倉敷労働雇用大臣会合について、令和5年4月22日および23日の2日間にわたって、それぞれ開催することが決定をいたしました。引き続き、両大臣会合の円滑な実施に向けて、開催地の自治体と連携して、準備にさらに取り組んでいきたいと考えております。私の方からは以上です。